やべ。はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカカシロピーです。今回は、こちら、アンドデコのコードレスカーペットクリーナーという商品を購入したので、使ってみようかなと思います。この商品一体何なのかっていうところなんですが、コードレス式のリンサークリーナー。僕も過去にリンサークリーナーっていうのは、いろいろ動画で取り上げてきました。一番最初は、ケルヒャーだったかな。ケルヒャーのそのリンサークリーナーってめちゃめちゃ高いんですよ。すごいいいんですが、業務用ですごいでかい。車内にはね、あまり向いてないし、あと、金額的にもかなりお高い。僕最初使った時はもう高すぎて買えないので、レンタルしました。そしたら、どんどん安価なものが出てきて、アイリスオーヤマのリンサークリーナーが1万円台だったかな。すごい安く販売されて、けど、どれも 100V の電源を取んないといけないんですよ。そうなると、車内だとちょっと取り回しがね、いろいろめんどくさかったり、本体を持って移動しないといけないので、すごいやりづらかったんですよ。で、そこでこちら、コードレス式ですよ。金額がなんと13,000円と。けどコードレス式になったことによって、持ち手のとこにおそらくバッテリーとかがつくはずなんですよ。そうなると、この持ち手がね、すごいでかくなると。これがね、また使いにくいのかもしれない。どうなん台っていうところを今回見ていきたいなと思います。一旦ね、開けてみましょうか。はい、もう早速開けちゃいました。結構やっぱでかいね。重さもそれなりにあります。これが本体でしょ。ここなんか付属品つくのかな。この辺はちょっと後でやってみましょうと。どこで充電するんだ。ここに充電するところがありますね。ここに水を入れるのか。ちょっと使い方調べます。ここで皆さんにお知らせです。2024年9月14日土曜日、お台場にあるシティサーキット東京ベイでシュワラスターファンミーティング2024が開催されます。そこで私、シノピー、特別ゲストとして出演することが決定しました。このイベントは40名様限定で限られた人数でのイベントになってきます。イベント内容は EV カートでのチーム対抗戦やシュワラスターマニアにしかわからないクイズ大会、あとはシュワラスターのテーマソングを歌っているドンドンバルバさんのライブなどが開催されます。参加費用は8000円。事前登録が必要なので、詳しいことは概要欄に記載しておきます。僕以外にも、のんちゃんさんやセラちゃんさんも特別ゲストとして出演されるので、ぜひチェックしてみてください。はい、そしたら外にやってきました。使い方の方はね、もうある程度分かりました。まずは、この下側ですね。マックスって書かれてる。このタンクがあるんですが、これが汚い水が入ってくるタンクになります。なので、ここに水がどんどん溜まっていきます。これがマックスまで来たら、上の蓋を取って捨てると。これが汚水タンク。あとは、水を入れるタンクが、やはりこの後ろのやつでしたね。こちらです。なので、もう水入れちゃおうかな。先ほど充電したので、もう 100% になっております。で、あとは、これの取り付けは、この裏側にボタンがあるので、これを押しながら引っ張ると、こっちに付け替え可能です。ボタンが一応、ここに3つあります。この白いのですね。これが、まず電源ボタン。で、真ん中を押すと、ここから水が出てきます。こういう感じ。で、もう一つボタンがあるんですが、これローラーですね。このローラーが、こう回ります。使い方としてはこんな感じですね。ちなみに、電池残量がもう 95% になっていました。フル充電が 4.5 時間かな。稼働時間が約20分となっております。で、1個気になったのが、この水が出る位置ですね。これが上側なんです。で、よくあるリンサークリーナーは、下からこう出てきます。なので、下側からついてると、水を出しながら吸っていけるっていうのかな。こっちだと意味ないね。押す動きをするか、もしくは水だけを出して吸うかになってきます。そこはね、一個気になったかな。あとね、まあまあ重い。大きさで言うと昔、家にあったクソでかい懐中電灯みたいなぐらいでかいです。一回使ってみましょう。
はい、そしたらこのシートで試していこうと思います。で、まずはこの辺の合皮とかは洗剤を使って拭いていきます。この洗剤はルームクリーニング用の洗剤、ルークリー洗剤を使っております。リンサーはどちらかというとこういう布系のものですね。ここに使っていきます。大きいな、やっぱ。サイズ感で言うとこれだからね。こういう感じやっていこっかね。クリーナーを先拭いておきます。ブラシとかで最初に汚れをね、揉むっていうのかな。これやってあげると、より落ちやすくなりますね。そしたらいっちゃおっかね。ブラシ使ってみます。こんな感じです。ブラシよくわかんないな。で、触った感じはまだちょっと湿ってます。で、最初に洗剤こうかけたじゃないですか。洗剤をかける、汚れを浮かす、こうブラシで補助してあげる。これだけだと水分量がちょっと少ないので、水を足して吸ってあげる。そうすると、しっかり洗剤も吸えるといった感じですね。ホースの方、ちょっと使おう。個人的にはね、アイリスとかの方が、全体的に白っぽい感じの色合いだったんですよね。今日これグレーとかなので、うわ、すげえ汚れがっていう感じがあまりない。うわ、これ、別体になってるのだるいな。こっちをもう本体っていう役割で、下に置いて、これだけでこうやろうかなって今思ったんです。けど、水はこっちにあるから、そこら辺がね、まだちょっと洗剤が残ってるなと思ったらまたかけて、なるほど。1個気づきました。この電源ボタンがこれ左側なんです。これ電源ボタン押すじゃないですか。で、止めようと思った時に、僕が悪いんですけど、真ん中の大きいボタンを押しちゃうんです。で、水がピシャって出る。電源ボタン真ん中にしてもらいたかったかな。でもまあ、ここ、水出すの結構使うでしょっていうことで、真ん中なのかな。ちょっとアイリスも持ってきて、吸引力の違いを見てみますかね。もちろんその 100V 電源のものと比較するのはかわいそうなんですが、一応ね、なぜやろうと思ったか、単純に吸引力が弱いかなって僕の中で思ったんですよ。一回試してみます。コードレスの方ですね。こんな感じ。ホースつけた版なので、ホース外した版でもいきますか。
ホース外した方が若干いいかな。続いてアイリス大山 100V 電源を取るやつですね。こちらいきます。吸引力は全然違いますね。ざっくり 2.5 倍から3倍ぐらい違います。2倍どころじゃないかな。といっても、このリンサーっていうのはめちゃめちゃ吸うっていうわけではそもそもないので、それでもやっぱコードレスは吸引力ちょっと低いのかなといった感じですね。はい、そしたら続いてフロアマットを洗っていこうかなと思います。これ結構汚れているんですが、いきなりリンサークリーナーとかを使うんではなく、まずはこの砂ぼこりとかね、取ってった方がいいです。そしたらちょっといらない汚れをブラシで落としていきます。これね、硬いブラシの方が草とかちょっとした砂とか取りやすいんですが、これだと例えば硬すぎると、今ここわかるかな、この毛の部分何回もブラシやってると毛羽立ってくるんですよね。ここら辺は注意してもらいたくて、毛の柔らかさを調整してあげるといいですね。ちなみにこれ100均、こっちがジオンのブラシ。この100均のやつもね、書き出しやすいんだけど硬すぎるっていうのはあるかな。最初にこういった感じで砂とかを落としてからカーペットクリーナーを使います。個人的にはね、フロアマットを洗うとき結構リンサークリーナーおすすめです。外で自由に水を使えないときは仕方ないので、こういう洗剤とかを振りかけて、で一旦水かけのブラシでちょっとなじませながら汚れを落としの、あとは吸ってく。やっぱ威力が弱いね。吸わない、あんまり。ほら。アイリス。アイリスの方が吸ってくれますね。で、僕の場合は水を結構自由に使える環境にいるので、どちらかというと洗剤を染み込ませて、で水をこうかけてあげる。しっかりめにね。こういうね、フロアマット洗ったことある人ならわかると思うんですが、全然乾かないんですよ。乾かないので、乾かす補助としてリンサークリーナー、カーペットクリーナーみたいなので、この余分な水を吸ってあげる。なんか洗うときは水をね、多めに使ってあげた方が洗いやすいっていうのがあるので、僕はそういう風な使い方をしてますね。この状態で一回吸ってみましょうか。コードレスタイプ。ああ、普通ね。けどやっぱ結構湿ってるかな。アイリスいきますか。なるほどな。なんとなく分かってきました。こういう風にかなりびっちょびちょの状態。この状態でコードレス。こんな感じでざっくり水を吸う分にはいいかもしれないんですが、やっぱりちょっと水を自由に使えないだったり、あとシートやるときとかこんなビチビチにできないんで、シートとかで洗剤だけをかけてジャバジャバにしない状態で吸っていくには、コードレスは吸引力物足りないかなっていう感じはありますね。けどこういうジャバジャバな状態である程度吸う、こういう使い方なら使えるのかなといった感じです。
はい、そしたら最後、汚水ですね。どれだけ取れたか。基本的には汚れは洗剤とかで落として水を吸うっていうのが役割なので、しっかり吸えてるかっていうのが一番重要なのかなとは僕は思っております。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、アンドデコのコードレスカーペットクリーナーを使ってみました。使ってみた感想なんですが、まず良かった点としては、コードレスっていうところなのかな。100V の電源を引っ張ってこなくていいっていうのが一番のメリットかなとは思います。それ以外でいくと、個人的にはあまり必要ないのかなとは思っております。っていうのも、やっぱ 100V の電源のものに比べて、吸引力はちょっと弱い。これ自体が本体になってるので、逆さにして使うことができない。使い道があるとしたら、フロアマットを水をジャバジャバかけて、ざっくり水を吸う。で、乾かす速度をちょっと早めてあげる。みたいな使い方になってくるのかなとは思っております。電池残量が残り 60% なんですよ。今回やったのが、シートの座面のみとフロアマット1枚。なので、シート全部やろうと思ったら、ちょっと電池足りないのかなといった感じです。こういった機械類、僕もね、カーペットリンサー3つぐらい持ってたりするんですが、やっぱやるときってもう一気にやろうっていう時なんです。すごい汚れてる車をやろうっていう。なので、そうなると、シート全部やるとかになってくるので、なかなかね、定期的に掃除してる人はそういう状態にもならないし、あんまりね、出番が少ない。人によっては、ケルヒャーとかの高圧洗浄機も同じなんですが、出すのが億劫とか、どっかに置いとくのがもうそもそも邪魔とか、場所を取るとか、そういったこともあるので、だったら僕は一気にやるんだったら 100V 引っ張ってきて、ちゃんとした吸引力のあるものを使うかなと思いました。これは個人的な感想です。まだまだやっぱ吸引力も含めて使う場面とかを想像した時に、この吸引力でこの電池の持ちだったらちょっと必要ないかなって僕は感じました。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。